everyone, welcome back Nihonbyo channel. I'm Chinami Hananamoto. I am a Nihonbyo dancer. It is one with traditional Japanese dance. Yes, so finally I'm back. Yeah. Thank you for your patience. ありがとうございます。So, I have been studying English for 3 months, but I felt like it was almost 3 years. It was so long, and I really miss you guys. So, quickly let me tell you what I did for these 3 months. Okay? So, let's get started. はい、ここからは日本語を使って話します。ちょっとちなみさん、あなた日本語じゃなくて英語で話すべきじゃないと思ったかもしれませんが、この3ヶ月英語を一生懸命勉強して分かったのは、ちょっと3ヶ月じゃやっぱりものにならないということです。はい、本当に休みの日は朝起きてまずリスニングをして、それから図書館に行って12時か1時ぐらいから6時ぐらいまでずっと図書館で勉強して、それで帰ってきてからも復習をしてっていう日々をずっと送ってたんですけども、それでもこの動画で完璧に英語を話すにはまだちょっと時間がかかりそうです。はい。で、私が何をしてたかというと、大まかに英文法を勉強してました。はい。日本では小中高長い人だと大学まで英語を勉強するんですけど、私はもう完全に文法が抜け落ちていて、こうイメージで話してたりしたので、それは例えば1対1で会話する時とか、私が一人で聞くリスナーの方が5人ぐらいまでだったらそれでも通用すると思うんですけども、このように1000人を超えた皆様に動画を配信するとなると、やっぱりちょっとのニュアンスの違いとかで間違ったように伝わってしまうかもしれないので、できるだけ完璧に英語を話したいなと私は思ってるんですね。で、その域にまだ到達できなかったので、今はまだ日本語で話しています。ただ聞き取りはほぼできるようになりました。たくさん英語の映画も見ましたし、 YouTube もたくさん見ました。なんでだいたい7割8割ぐらいは言っていることがわかるので、聞き取りは上手くなったと思うんですけど、やっぱりまだ喋るのが難しいので、今後もStudy with me の動画を投稿していくと思いますが、もうこの日本文化の発信、日本文化のビデオを作りたくて仕方がなかったので、もうちょっと飛び出してきちゃいました。はい。本当に長かったですね。でもとっても楽しかったです。まだね、道半ばでたくさんのことをまだまだ勉強してるんですけども、これも少しずつ動画を通して私の英語の勉強具合を皆さんに届けることができたらなと思ってます。コメントにも他の YouTuber の方、日本人で、英語をきれいに話す方の YouTube とか、その彼らのキャリアを参考してみたらというコメントをいただいたので、レッツアツクショウゴさんとかのヒストリーをちょっと調べてみたんですけども、やっぱり彼も高校、大学もかな、もう英語圏で過ごされていて、少なくとも3年以上はその毎日24時間英語を話す環境に行ったヒストリーがあるので、やっぱり私が3ヶ月でちょっと完璧にするというのはちょっと難しいかなというのと、それでもすごくいい経験だったので、今後もStudy with me の動画を出しながら日本文化についての動画も両方発信していきたいなと思います。はい。で、今日は久しぶりに日本舞踊のオンラインお稽古があるので、その様子を皆さんにシェアしていきたいと思います。はい。私ちょっと太ったと思いませんか？
実はこの3ヶ月ぐらい日本舞踊のお稽古もほとんどお休みしていて、理由は2つあって、やっぱりこの英語の勉強にとにかく集中したかったっていうことと、あと膝がちょっと痛かったので完全に治してからしっかり日本舞踊をやりたかったので、ほとんど日本舞踊は踊ってません。するとね、すっごい太ったんですよ。過去一番体が重たいですね今。はい。なのでこっから少しずつお稽古を始めて体も絞っていくので、そのプロセスも皆さんに紹介していきたいと思います。はい。で、今日のお稽古は何のお稽古かというと、今年の1月にまたねナショナルシアターで大きな舞台に立つんですけども、そのリハーサルって言ったらあれなんですけども、同じスクールのみんなで進捗を発表し合うという会が今月末に行われます。で、それに向けてのお稽古が今日からスタートです。はい。で、私が踊る演目は花の寿と言います。これはですね、江戸時代から続くという今までのような伝統的なものというよりかは、私のこの流派独自のオリジナルの演目になります。で、踊り手は今回は4人です。私の他に3人います。はい。で、もうこの3人の方にはもう振り付けが全部入っている状態で、私一人すごく出遅れている状態なので、これから一生懸命お稽古して追いついていきたいかなと思っています。本番は半年後ぐらいなんですけども、やっぱり今月末の発表会でもいいものをお見せしたいなと思うので、それに向けて練習していきます。はい。で、多分この後何回かお稽古はずっと振りを入れていただくっていう感じで、それを私がどんどん吸収して、で最後1週間ぐらいでアウトプットをたくさんしていくというような形になると思います。はい。ちょっとお稽古自体が久しぶりなので私もドキドキしているんですけども、では今からやっていきましょう。Let's get started!やばい、これ見て、両方とも右じゃん。やば。あるかな。ありました。こういうことありますよね。なんか久しぶりにお稽古すると本当によかった。ちょっと早く始めて。よいしょ。ちなみに本当は左から足袋を履かないといけません。やばい、私久しぶりすぎて順番を忘れてました。お足袋は左足から履きます。私のは悪い例ですね。よいしょ。英語を練習した理由にもう少しなんかフランクに英語が話せるようになるといいなと思っていて、この動画もなんていうんですかね、英語を私が話すとすごいなんかポライトななんか感じになってしまうのが、普段の私らしさが出てないなと思って、日本語で友達に話すように、本当に親友に話すように皆さんに話したいなと思っているので、それでね勉強し始めたっていうのがあるんですよね。そう、よいしょ。はい、それではまもなくお稽古が始まるので準備したいと思います。ちょっとねエアコンディショナーをつけてて寒くて、なのでエアコンの音がもしうるさかったらすみません。できるだけ小さくしてるんですけど、それでもね結構冷えるので頑張って動いてくれてて、エアコンがすみません。よいしょ。こんにちは。
ご無沙汰してしまってすいません先生。じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、まずますよ。3つ振ります。チチドチチン、チチドチチン、チン。そしたら、左手左足でこっちで作って、開けて、伏せて、回ります。グー。あ、そうそうそう。こっちでやりましょうか。はい。ピョーン。はい、ありがとうございました。はい、お稽古が終わりました。いや、もう久々だったので振り用についていくので精一杯だったんですけども、これからちょっと少しずつお稽古の時間を増やしていって、次また来週レッスンがあるんで、それまでには今教わったところは完璧にして、今ので4分の3くらいって言ってたので、次で最後まで行っていただいて、でそれからはもうどんどん踊り込んでいくという作業になります。すごいスピード感なんですけども、本番は7月なので半年以上あるので、とりあえずこの月末の発表会までに間に合うように仕上げていきたいと思います。いや、久々に踊ったらね、足がすごい痛いですね。太ももがプルプルしてます。またこれから筋トレも始めていくので、私のね体の変化も一緒に皆さんに見ていただければなと思います。はい、それでは久々に言いますが、Thank you for watching this video today, and if you like video, please hit good button and subscribe for me. So, これからはこういう風なカルチャーの動画と、あと時々 Study with me の動画も入れながら、できるだけたくさんの動画を皆さんにお届けできるように、また今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。